ヘイムの実を食べさせてしまったと。自分で食べたのかな。食べさ我慢です。どんな切り口やねん。食べて、ここの筋肉はこういう風に動く。ガブフォンの緑化。でもなんか違ったなと思って、オレンジちょっとインベスっぽいね。はい、こんな感じで凶暴体っていうの特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはもうちょっとで終わってしまいますね。仮面ライダーガブ、変身ベルトガブを改造していきます。イートライダーシリーズっていうのを1年通してやってきたんですけど、今回はその集大成、イートライダーではないんだけど食べてもらいたいものがあります。どんな切り口やねん。食べてもらいたいものがあるって。いや、こないだね、香川でワークショップをさせていただいたんですよ。その時に来てくれてたちびっこが、改造アイデアあるんですけど言っていいですかって言うから、これ 100% できるわけじゃないけどアイデア聞くだけなら聞くよって言ったのよ。そしたらガブにヘルヘイムの実食べさせてくれっつって、いや、なるほどなと思ったのよ。でその子曰く、この組み合わせをやると前に作ったガブフォンの緑化、これも生きてくるんじゃないかっていうね、ちびっこらしからぬビシッと芯の一本通った意見でね、あ、これはやられたなと思った。ほんでシンプルにやっぱ面白そうやから、こちらインベスちゃんを意識して造形をやってみようかなと思います。はい、チャンネル登録まだの方今すぐポチッとお願いします。グッドボタンも忘れずに。ワンネスワンです。これワンネスっていうのは視聴者さんたちのことみんなワンネスって呼んでるんですけど、もともとはギーツのねワンネスから来てます。最後まで見てね。よし、じゃあ作っていこうか。まずね、インベスのこの辺なんかぷくっとしたのついてるんですよ。あれ可愛いんですよね。でそれをこの端材ジョイントマットです。これで作ってみましょう。はい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 、こんな感じでね。よし、口の形になるようにどんどんハサミで切っていきます。もうひたすら角を落として丸く丸くしていきます。たまに口の画像を見て、よっしゃよっしゃこんな感じって思いながらね、ひたすら切っていきます。ジョイントマット柔らかいからね、簡単に切れてすごい楽しいですよ。みるみる形変わっていくから、やってんなーっていう実感あるからね。はい、こんな感じかな。これをもう1個作ります。はい、2つできました。でこの表面にちょっとくぼみみたいなのがついてるので、ハンダゴティング筋をつけます。こんな感じでいいですね。でこれがここにつくと、おおかわいいやないかいで真ん中にももうちょっとなんかついてるので、口がすごくポコポコしてるんよね。すごいかわいいね、インベスちゃんは。はい、こんな感じで、あとはここの間にグルーガンかなんか入れてビャッと開いた状態をキープできれば OK だと思います。なんかこういうの広げて改造してるのがさ、ちっちゃい時に図鑑広げてその写真とかイラストを見ながら自分で絵描いてたのを思い出して、すごい懐かしいな、ノスタルジーやなっていうねいやー、いいね、いい記憶を思い出した。で今作った口をここにつけるにあたって、この刃はねない方がいいと思うんですよ。刃の上からなんかこれが出てるってわけわからんなと思って、だから刃を取りましょうか。カバーも外してグルーガンつけてピタッとくっつける。両端もしっかり開きましょう。でかいパーツも同じグルーガンで2つともくっつけて、でちょっとインベスっぽいね、いい感じやね。クリエイターラビ単館紹介コーナー。フルボトルのレーンを2つくっつけたというシンプル構造。そして色味もシルバーと黒。シンプルを突き詰めたようなラビタンやね。素晴らしい。K/K 君の作品。K×K かな？ K/K で合ってると思うんだけど。でも名前キヨ君でかっこいいのにな。四国のワークショップで手渡ししてもらいました。正面の顔真っ黒に塗りつぶしてんのもかっこいいし、この黒のね、焦げ感というかな。なんかあったんよ。爆発か火災かなんかあってん、きっとね。こういう改造をね、引き算の美学って言うんですよ。足していくだけじゃない。もうシンプルに無駄なものを削ぎ落としてっていう。これ僕ね大好き。なかなか上級者改造やね。で僕はついついねこれを入れたくなってしまったんですよね。だからとりあえずこのまま飾っといて、やっぱない方がいいなって思ったら外す。はい、仲間入りおめでとう、ありがとうね。さあこっからね、通常のインベスだとここがつるんとしてるんですよね。でもインベスの凶暴体っていうのがあって、それはこう口が牙だらけの口ギャーってなるのがあるんですよ。それをこの耳の向きを変えることでちょっと表現できないかなと思うのよね。でこのガブっていうのは今までイートライダーシリーズ僕やってきましたけど、あれ全部レジンで複製したガブを使ってやってるのね。でそのシリコンの型を取るために使ったガブなんですよ、これは。だからシリコンの都合上耳を一回切ってあるんですよ。それをG17 でくっつけたっていう状況なんですけど、この耳は一回外しちゃって、ここにイヤーっていう口表現したら気持ち悪いかなっていう、そんなガバーって全部顔が隠れるとかじゃなくて、ちょっとだけねピュッと、まあ気も可愛いぐらいの感じでできたらなと思う。やってみましょう。まあ幅としてはこのぐらいかな。今回ねお気づきかしら皆様、全部ハサミでいきます。ヤスリがけもしません、あえて。で簡単な道具だけでこんだけできるんだよっていうのをお見せした方が、真似する時の
のね、ハードル下がるやん。その方がいいと思ってね。例えばハンダゴテはいるけどね。ハンダゴティング、これはいるけどね。なんかこのただれた感じが口の中感出てるね。いいね。ここまで計算してたわけじゃないけど、これちょうどいいわ。はい、今んとここんな感じね。気持ち悪いね。これもう一個作ります。で、これをこんな感じ。これいいでしょう。よし、それでさらにガチャガチャの牙をいっぱい生やしたいんですよ。それに使おうかなと思ってるのが、爪楊枝100均に売ってます。これをこうね刺していけば、ほらこんな感じ。これでどんどん刺していけばいけんちゃうかな。これも見にくくてごめんね。爪楊枝をどんどん刺していってます。短く切って接着剤でくっつけていくっていうのも考えたんだけど、長いまま刺していく方が絶対やりやすいと思ってこうやってみました。ポイントは刃の向きを揃えない、あと一列で綺麗にいかないっていうね、ガチャガチャにしていくのが凶暴性につながるから。いや、このアイデアもいいの思いついたね。気持ちいいわ。大成功です。真似するときはパウチの名前出してくれると嬉しいぜっつって。これ毎回言うとすごいダサいな。めっちゃかっこ悪いな。まあやってみて。じゃあ、牙すごいでしょ。牙感出たんでしょ。で、あとはこの木をニッパーで全部切っていくね。はい、口できました。すげえな。初めてやってみたけどうまくいったね。で、今切った爪楊枝は僕キャンプをやるので、その時の火付け剤に使わせていただきます。無駄にはしません。グルーガンでくっつける。でーん。よーし、今んとここんな感じ。化け物感が徐々に出てきましたね。夏休み最後の日、8月31日日曜日、武器ガチャやります。埼玉県の蕨駅っていうところの近くのブックカフェ、ココシバさんというブックカフェで武器ガチャをやります。11時から18時。いや、これはもう全くわからへん。その辺の通りすがりの人捕まえて、武器ガチャどうですかってやるんだけど、ぜひみんなね、僕をね、応援しに来てほしい。すげえ不安なのよ。マジで怖い。いや、これも初めての試みですからね。応援ついでにちょっと1回2回武器ガチャやってってよ。もう他に告知することない。会場で待ってます。ワンネス。じゃあ次はね、このカバーの下、内部ですね、を筋肉組織みたいにできないかなと思って、これでこすってみます。ハンダゴティング。ハンダゴティング。ハンダゴティング。こうやって軽くこすっていくと機械感が徐々に薄れて筋肉組織みたいになるかなと思って、とにかく細い線をたくさんつけていきます。これね、難しいところでリアリティを追求するんであれば、ここの筋肉はこういう風に動くからこういう向きの繊維が並ぶはずだとかいろいろあるんだけど、もう今回は見た目重視で、こっちは横の方が気持ちよさそうやな、こっちは縦の方がかっこよさそうやなとか、そういう視点でつけていってます。ハンダゴテンの先っぽでどんどん線をつけていきます。ほら、こうやって見るとちょっと筋肉っぽいでしょ。おお、すげえ。かっこいい。ボコボコになった。で、この勢いでベルト部分、この上顎だけじゃなくてベルト部分も全部いきたいんだけど、一応このイートライダーシリーズ1年間やってきたシリーズっていうのは上顎にだけ変化が起きるっていう、まあルールでルールというか縛りでやってきたので、ここは我慢しましょう。本当はね、塗装も全部インベスカラーに塗りたいなと思うんだけど、これはもう上顎だけでいかに表現できるかっていうのをテーマにやってきたからね、我慢です。これで本当はやりたいけどね。それでこの上のカバーももう少しこう小分けにするというか、筋をつけた方がいいかなと思いますね。さあ、ここからはインベスの顔みたいなイメージのラインを引いていきます。頭の上だけ5本線の綺麗な造形っていうのがどうしても嫌だな、合わないなと思って潰したかったんですよね。だから大胆に入る模様をと思って顔を採用しました。はい、今んとここんな感じでーす。ええ感じやな。よし、じゃあこっからね、もう一手間加えます。今度はグルーガンですね。インベスの体にいっぱい筋があるでしょ、うわーって。あの筋感を表現しようと思います。だからこれもやっぱこれ取っといて、よし、自由にいきましょう。筋組織を軽くガードしてんのかな。なんか白い筋がいっぱいついてるでしょ。あの気持ち悪い感じのさらに出来損ないみたいな、ガブちゃんにそんな綺麗に影響しないと思うよね。だから自由にやってます。途中でグルーガンが黒くなりましたけど、白いのがなくなったっていうね。こんな感じで造形は OK かな、これで。よし、じゃあこっからね、塗装して多分ガラッと雰囲気変わると思いますので、そして一体感も出ます。塗装ブース行こう。はい、まずはかなり白寄りのグレーを拭いていきます。もうほぼ白です。だから黒ちょびっとね。で、模様のところにはがっつりブラックを塗ります。あと耳の口と耳の口、そうやな。ほんで正面の口ね、ポコッとしたやつ、この辺全部グレーですね。爪楊枝は塗らん方が生々し
しいやろなと思って気をつけて周りだけ塗りました。続いて体部分、グルーガンもろとも赤くしていきます。なんでせっかくグルーガンやったのにって思ったあなた、素直でいい人だ。で、口の中にエアブラシ突っ込んで塗るっていうね、なかなかの恐怖体験でしたよこれ。続いてぽっこり口の端っこ、ちょっとだけ赤みが欲しいなと思ってクリアピンク吹きました。で、耳の口の周りにも少しだけピンク、でもなんか違ったなと思ってオレンジを薄く吹きました。これで結構生物感のある赤みが出ました。最後はいつも通りシャバシャバの黒でツヤ出しと味出し、いい感じの汚し、他の部分にも塗っていきます。これ墨入れっぽい効果もあるからね。で、こっから筆塗りです。最初に作ったほぼ白のグレーをグルーガンの筋の表面だけ塗っていきます。塗るというかもう当ててるだけ、膨れてるとこだけ当てるっていうドライブラシみたいな感じ。もうほんと表面だけでいいです。筋全体を塗るよりも表面だけの方がグロさが出るかなと思ってやってみましたけど、どうでしょうかね。で、カバーをはめるとインベスちゃんに見えますか？それっぽいなって思ってもらえてたら嬉しいな。さあ、こっからちょっとだけ緑化していきます。緑化久しぶりやね。これ作った時以来やね。で、今回はこういうサビを施してから緑化っていう手の込んだやつじゃなくて、もうさらっと緑化、ちょっとだけヘルヘイムの力出ちゃったよみたいな。で、緑化にはね、Amazon で売ってるこういうパウダーを使うんですよ。パウダーというかなんか細かい繊維みたいな、わかるかな？ちょっと毛みたいになってるやつ。これがかなり使えるんですね。僕が買ったやつはこうやって4色あるんだけど、1色は枯れたやつなので、それ以外の緑色の3色を混ぜます。で、あらかじめこういうちっちゃいタッパーの中にこれで混ざったね。ほんで、イメージとしてはね、まずハンドルにツタを這わせたい。だからこの辺からヘルヘイムの力がブワーっと侵食してるようなイメージかな。なのでボンド使います。これ木工用ボンドでも何でもいいです。ゴム手袋をするなりビニール袋を使うなりなんなりしてトン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 って叩いてください。筆使うと筆ダメになっちゃうかな、どうかな、すぐに洗えばいいのかな、やったことないから分からんけど、まあ僕は大体こういうの指でいきます。指汚れんの嫌だよっていう人はこういう時大変やね人事みたいに言ってるけど。で、ボンドこうやって広げてみて一つ思うことがあります。さっき混ぜた芝生の量では明らかに足りないボンミスやボンミスを犯してしまった。なのでもっと増やします。下にこういう受け皿引いとくといいかもね。いってみます。芝生を一つまみ取って振りかけてトン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 となじませる。で、また次の芝生を一つまみ取ってパラパラーっと振りかけて、これ一気にある程度の範囲に振りかけちゃって大丈夫です。で、またトン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 となじませる。これを繰り返します。ボンドに触れてない分はいずれ落ちるので、その前にはたいて落としちゃいましょう。で、これをひたすら繰り返して範囲を広げていくとどんどん緑化されていきます。これ簡単にみるみる変わっていくので、やっぱこの変化が面白いですね。分かりやすい変化はすっごい楽しい。今までの動画で何回か緑化やってて、その時はボンドを水に溶いてってやってたんだけど、もうめんどくさいのでそのまま行きました。全然そのままで OK です。今まで必死に水に溶いてたのは何やったんやっていうね。なんでもやっぱ思い込みって良くないね。自分はなんでこのやり方をしてるんだって一回立ち返ってみて考えてやってみてね、やる必要なかったんかいっていうね、そういうのはありますね、たまにね。次はちょっとこの入り組んだ部分にもう一回ボンドちょっとだけ塗って、今度はね枯れ葉バージョン。ヘルヘイムの植物は一気に育つからブワーッと育ってブワーッと枯れてっていう表現も欲しいなと思って、だから今回のガブの緑化はうわーっと育つヘルヘイムの生命力のほんの一瞬を切り取っただけなのかもしれない。ほんの一瞬を切り取っただけなのかもしれない。ほんの一瞬を切り取っただけなのかもしれないはい、笑った。残念、アウト。今のはうまいこと言うたやろよし、そしてね、この辺の植物、これはセリアで買ってきました造花です。まあ花じゃないけど。で、この辺の草パーツをどうなるんやろ。うわ、かっこいい。途中経過見るええ感じやな。で、ここにグルーガン塗ってさっき緑化したところにギューッとくっつけよう。次はツタ巻きましょうか。ツタも一応ね2種類買ってきたんだけど、まあこの青々とした方を採用しましょうか。どっかに引っ掛けてだね。どうしようかな。ここの出っ張りに入らへんかな。なんとか輪投げみたいに引っ掛けたい。ここにキュッと引っかからんかい。この輪っかが思った以上にしっかりした素材でできてる。一回引っかかってみたらいいやん。そっから嫌がればいいやん。入らへん。もうハサミに突っ込んで伸ばした。よし、伸びた。よっしゃ、入った。これでどうやろう。支障なければ。おー、いけた。支障ありません。あとはもうツタをこうやって巻いたらレバー回せんのか今急にあれと思って回せませんでした
そうか、独立させる必要があんねんな。じゃあね、ここ引っ掛けたのはもうこれでいいわ。ここ切るか。来た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 。でももう葉っぱが絡まってるから、おそらくこれで外れない。ここも切らなあかんのか。分割せなあかんわ。要はこのベルト本体とここのアームとレバー持つところ、それぞれ分割させなあかんのよね。こうやって全部バラバラで回るから。くっついた。ヘルヘイムの力が少しだけ溢れ出したガブインベスバージョン完成でーす。やったやったやった。うまくいった。やっぱりさ、ここ見て、片方だけの方がいいでしょ。こっちまでやるとやりすぎやん。ガブ感がどんどん薄れていくのよ。で、それを握るしょうまくん本人にも何か影響があるのかないのかっていうね、オーバーロードに近づいていくのかな。どうなる？オーバーガブなんか関連ありますか？オーバーガブとオーバーロード。マスターガブと、マスター言ったらそのロシオとかレデュエとかはさ、もうマスターやんか。極めてるやん。なんかその辺もこじつけでなんとかなりませんか？さあ、これで行ってみましょうか。間違えてこのね、ヘルヘイムの実を食べさせてしまったと。自分で食べたのかな？食べさせたのかな？わからんけど。こうやってる間に、変化してしまったと。いや、面白いね。はい、今回の改造どうでしたか？ガブもうちょっとで本当に終わっちゃうけど、最後まで応援しようね。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作れて楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さんワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ、これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。